はい、皆さんこんにちは。今日は山下秀子の洋服の断捨離のご紹介させていただきますね。こう洋服の断捨離ってね、本当に皆さん興味があるみたいでね。私は定期的にっていうかしょっちゅう断捨離しているので、この洋服がこう大量にたまるということはないし、着ていない服がずっとそこにあるってことはないんですね。で、なぜそういうふうにしてるかっていうと、ここにある服もね、一つ一つ見れば実は気に入ってるんですよね。ところがこれがこう詰まりすぎると、このクローゼット自体がすごく圧迫感がある。言い換えれば一人一人綺麗な女優さんが狭いところにぎゅうぎゅうに押し込まれているような感じになって、かえって洋服がねかわいそうだなって思うんですよね。なのでこう入れ替えていきたいなって思ってます。なるだけ早い頻度で断捨離をするんですね。なぜならば洋服ってこうその時の木っていうのかな、木を着るものだから、その木旬のうちになんかお嫁に次の嫁ぎ先を見つけてあげたいな、だってこのままじゃぎゅうぎゅうだしって、すごく思うんですね。でもう一つ理由がある。やっぱりね、お嫁に出ていくと新たな洋服が買えるっていうね。やっぱり女ってどうしたって洋服ファッション好きだしね、その好きなものはねやっぱり心置きなく楽しみたいので、早めに断捨離してお嫁に出すということをしています。で、いやそうだな、もう季節がね変わったので冬物はね、卒業したいなと思ってます。そうとね、これも決して気に入ってないってわけじゃないんですよ。だからこれはなんか冬物なので十分楽しませていただいたので、新たなところでねまた活躍してほしいなって思ってます。あとこれもね、これからの今のシーズン着れないこともないんだけど、自分の気分にも合わないんですよね。品物自体は全然傷んでないし、春先着れないわけじゃないけど、やっぱり気と合わないの、自分の気とね、今の気持ちとね。それとそうだな、これももうこの生地の厚さが合わないかな。それでこれはすっかり忘れてた。これは去年の夏からいるんだけど、間違いなく去年の夏の気分と大きく異なってるので、今年の夏もね着ることはないと思いますね。これくらいでいいかな。これもこれももうなんかヨガをする時に買ったんだけど、今またこうスリムなのが気分なので、これも卒業してお嫁に行ってもらおうと思いますね。でね、つくづくと分かったことはこれね、女ってもう死ぬまで生きてる限り季節の変わり目になると着る服がないってね嘆くものだと。だから嘆き続けようというふうに山下も決意しました。なぜなら先ほど申し上げた通りね、洋服って気を着るんですよ。その時の気分を着るんですよ。で、気分っていうのはもちろん季節ごとにも変わるし、その時の自分の状態っていうかな、物理的ストレスとか心理的なストレス、あるいはストレス以外の浮き立つ状況でやっぱり着たいものは変わるんですよね。だからかつてね、それこそときめいて買った服も瞬時に色あせるっていうことはどうしても起きる。だからもともと洋服っていうものはそういうもんだと思って、お付き合いすればね、また着る服がないっていうふうに思ったとしても、それも OK みたいなね。なんだったらこの今の気分にぴったりするものをね新しく手に入れよう。その代わりもう着なくなってね、気分が合わなくて着なくなったものはこう手入れがされた状態でお嫁に出す方がねいいかなって思ってます。だから存分にその気を着る、その時の気をこう装うってことをね楽しんだらいいかなと思いますね。で、一つだけね、その代わりこう手に入れる時も厳選して少なく、でその気の変わらないうちに徹底的に着倒す着回すっていうことが必要だと思うから、やっぱり大量にはいらないですね。で、何より何年も着てない服がそこに堆積してるとね、例えばプラスチックコンテナの中でこうなんか息苦しい思いをしてね取っとくことにどれだけの意味があったろうか。でそれは
素早くねお嫁に出てもらう方がね、この洋服たちも喜ぶだろうし、何よりこのクローゼットって空間がねなんかこうすがすがしい爽やかなね、気が漂う、そんな風に思います。しょっちゅうですよ、どんな時やっぱりね、まあ仕事柄もあるんですよね。仕事柄やっぱりこう人前に出る服っていうのはやっぱりね何度も着たくないな、別に着てもいいんだけど着たくないなって気持ちの方が勝ってしまうから、その自分の気持ちに素直になるからしょっちゅうですね。ところがこうその洋服をこう手に入れるっていう時間が取れないんですよね。時間が取れないんですね。だから時間が取れないからこそ先にお嫁に行く服をなくしてしまって自分を追い込むんですよね。さあもうここに空いたスペースできたよ、新たな洋服を迎え入れようっていうね、そんな気持ちに自分をねこう駆り立てるっていうかな。そうすると駆り立てた時点で、出張の合間にね、飛行場でとか駅のデパートで出会えるの。一瞬思いますよ、一瞬ね、一瞬思ってましてね、お嫁入りの先の人が「わー素敵」とか言ってくると一瞬ひるみますよ。こんな今投げていいのかな。でも冷静になるとやっぱりもう気が合わないので、気が合わなくなってるので着ないんですよね。でそこで一瞬引くんだけど思い直して、こんなに喜んでもらえるなら、ね、どうぞお嫁に行ってっていう気分になりますね。本当に気分です。洋服は気分で着るもの。と私は思ってるんですね。今までちょっと割とこうビビッドなのを好んでたんだけど、今年はなんかこう落ち着いた色にねになりましたね。例えばこんな淡いピンクとかね、柄物じゃなくなっちゃったんですよ。今まで柄物がわっとあったので、それはそれでねこうインパクトがあってよかったんだけど、柄物がなくなって、こういうあとこの質感ですよね。このちょっとシャリッとしたとか、そんなものばっかり選んだような気がしますね。素材と落ち着いた色で選んでますね。だからコットンでこんなのだったりね、出ますね。何にも気をつけてないそれこそ叱られそうだけどね、何にも気をつけなくてもなんかこうぐるっと見回して、これ価格も気にしないで選んだ後に2番目に気にする。2番目に最初に価格で選ばないね。出会っちゃいましたで価格見たらやっぱり予算オーバーは残念かなって、先ほど申し上げた通り、なるべく旬のうちにお嫁に出すっていうことですよね。だからここで朽ち果ててるのはかわいそうじゃないですか。どこかでねまた来てもらえれば、そして旬のうちだと喜んでね迎え入れてもらえるので、旬のうちですね。だから基本やっぱり季節の先取りはしてますよね。それぐらいかな。はい、ごきげんさまです。断捨離の山下秀子です。今日はね、ここ私のキッチンなんですけどね、あんまりお料理を熱心にするタイプではないので、偉そうなことは言えないんですが、キッチンに必要のないもの、山下が思う必要のないもの3つをね、ご案内させていただきますね。皆さんのあなたのキッチンをねすっきりさせるためのヒントにはなると思います。はい、ぜひぜひご参考にしていただければと思います。まず1つ目は水切りかごなんですね。水切りかごって絶対必要だと思われますよね。で、ここにドンと置いてあるんですよね。で、ドンと置いてあって食器洗いました。水切りのために使います。でね、残念ながらそこにね、食器がずっと積み上がったまま放置されてるんですよね。で、次に、洗うのも面倒だけど、
水を切った後の食器をさらに拭いたりしまうのって非常にめんどくさいんだよね。だからついここに溜まってしまうんですね。でね、この溜まるっていうことをね、最小限にしたいんですよね。だから、キッチン、家事全般がそうなんですけど、溜めるっていうことはね、ご法度なんですね。ただでさえ面倒だなって思ってるものが溜まってしまうと、もっと面倒になって、さらに溜まるということが起きてしまうので、やっぱり食器はその都度洗いましょうよ。そして、私はね、今年はこのペーパーを使うんですけどね、ペーパーを引いとく。そして、洗ったのをパンパンと水切って伏せる。そして、少し、時間は置いてもいいんだけれども、そのペーパーできれいに拭いてすぐしまうんですよね。すぐしまう。で、その使ったペーパーは、このシンクを拭いて、ここを拭いて床を拭くっていう風にして、そういう流れを自分で作ってるんですね。で、水切りかごで一旦ストックさせて溜め込まないということをね、作ってます。で、実際にね、ぜひね、水切りかご絶対いるじゃないと思ったとしても、一旦取り除いてみてください。そうするとね、必要ならまた戻せばいいのでね、取り除いた時のキッチンのスッキリ具合ってね、すごく大きいんですよね。そしてスッキリした時に、じゃあ水切りかごを使わずにやる方法はないだろうかっていう思考が進むんですよね。そして、でもやっぱり必要だったなって言ったら戻すというね、そんなに場所を取らないようなね、ただここにかけとくみたいなね、そういうものをね、活用していただきたいなと思います。はい。二つ目は、そうですね、シンクによくある三角コーナーですね。もちろん、山下の場合は、洗い桶というものもありませんよね。で、その三角コーナーがありますね。今のシンクって大概ここにね、あらかじめついたものがあると思うんですが、この三角コーナーもね、可能な限りね、取り除くと、もうシンク自体が使いやすいし、綺麗にしやすいし、何より見苦しくないということですね。で、私の場合はどうしてるかと言ったら、ここでまな板でお料理をするという時に必ず、こういうね、どんな袋でもいいんですよ。これは水物の時にはこういう袋をね、常に置いとくんですね。こうやって広げた状態で置いとく。で、まな板で料理をしました。カスが出ます。必ずここに入れる。ここに入れる。で、可能な限りここにね、落ちないようにするんですね。可能な限り落ちないようにする。で、ここに、生のものが入るわけですよね。お野菜の切れ端とか入るわけですが、これは、ここに入れた状態で縛って、こうですね。こういうね、袋に入れる。もう蓋がない袋に入れるだけなんですよね。それで終わりですよね。で、もちろん、三角コーナーがあったとしても、可能な限りそこには入れない。最後の最後に、もちろんこういうね、ぜひ、もう皆さんも使ってらっしゃると思うんだけど、こういうネットをね、三角コーナーにかけるなり、この中に入れる。最後にスッと取り出して、またこれも袋に入れて捨てられるというね、そういう流れをね、やっぱりここでも作っていただきたいなと思います。なんか全部ここに落としちゃうっていうことを避ける。そうすると三角コーナーもね、の使用も最低限になるので、ぬめりっていうのがね、なくなりますね。ぬめって大変って見て見苦しい。で、この排水口ですよね。なんか中を開けるのが怖いみたいな状態になりますね。山下はその使った後ですね、その都度きれいにしてるので、そもそもぬめりが出ないんですよね。だからぬめり防止の薬剤っていうのもね、必要がない状態ですよね。そして3つ目ね、すっきりしたキッチンを作ってるんだけど、最後の一つで台無しにしちゃうところがあるんですよね。布巾掛けです。布巾がこういうところにぶら下がってるわけじゃないですか。そして濡れたのがね、かけてある。これはね、やっぱりね、
美しさを損なうんですよね。ぜひ追放していただきたいですね。だから、例えば引き出しにタオルをストックするなり、山下のようにこういう、キッチンペーパーなんだけど、洗って何回も使えるっていうのをぜひご用意していただいて、かけておくというね、ことはなくしたらね、キッチンがね、とてもなんか楽しい空間になりますね。で、布巾はどうすかって言ったらね、一日溜まった分はやっぱり洗濯して、洗濯物として乾かす。そして新しいのまた使うっていうね、その方が清潔に保てると思うので、ぜひね、ここにこう布巾がこう、なんていうの、折りたたみのこんなのがあるじゃないですか。あれはね、もうはっきり申し上げます。追放していただきたいなと思います。使い捨てのペーパーを使うか、その都度洗って洗濯して、きれいなものを引き出しから出して使うというね、ことをやっていただければと思います。いかがでしょうか。これはね、あくまでもご提案なんだけど、ぜひトライしてみてください。で、トライして、自分がね、より気持ちよくキッチンを、こう、ピカピカなキッチンで食事できるような方向をね、作り出していっていただけたらと思います。そして、キッチンにね、何より必要なものはね、光なんですよね。光。私はこのカランを光らせるのが大好きなんですね。ぜひ光に、絶対にこのくすんだ状態にはしないでください。これもさっとね、そのペーパーとか布巾でね、さっと拭けばすぐ光りますので、その光らせることがとても楽しくなりますね。はい。キッチンのカウンターは可能な限り物は置かない。で、その中で一番に取り除いていけたらなと思うのが今申し上げた3つです。どうぞ試してみてください。ごきげんさまです。断捨離の山下秀子です。今日は山下秀子のキッチンをね、少しだけご紹介、ご案内させていただきますね。まずね、この広いカウンター、とても自慢ですね。このオープンキッチンになってからますますね、台所に立つのがね、楽しくなりました。なぜならこう食事をする側と作る側にこう分断が起きないんですよね。でもその代わり常にいつもきれいにしとくということを心がけています。台所というのはね、とても大事な場所だから気持ちがね、思わずこの台所に立ちたいな、こんなところで料理の腕振るってみたいなというね、空間づくりがとても大事ですね。はい、ではどこから行こうかな。やっぱり冷蔵庫かな。私の冷蔵庫で実はお見せするのは恥ずかしいんですよね。なぜならお酒ばっかりだからということで、はい、では見てくださいね。どうですか。大きいですよね。で、今このスパークリングのワインにはまっちゃってるので一人用のものが並んでますね。はい、でここの中ですね、これも絶対に詰め込んでないですね。ギチギチに詰め込んでないですね。何がどれくらいあるのかがドアを開けた途端一目で俯瞰できるようにする。そうすると二重買いとかね、あるいは食べ残しのまま奥でね、残念なありさまにしてしまうということがなくなります。で、なぜここが空いてるかというと、やっぱりね、私自身は食材はその都度方式なんですよね。人数が少ないっていう、ほぼここは一人ということなので、買ってきてその日に食べたいものをここに並べておいて、すぐ調理に移れるという形にしています。そして調味料関係はね、ここに一元管理して、これで簡単にね、お料理がすぐできるようにしていますね。で、この卵はこのまま置いてますね。一応卵のケースはあるんだけど、ここもスパイスが入ってます。はい、そうですね。で、ほぼ冷凍食品は買わないんですが、緊急事態宣言で買いだめしたものがあるのでそれをね、もう賞味期限切れそうだという残念なところに来てるので、慌てて冷凍したものが少しだけ入ってます。あんまり見せたくないな。はいということで、下ですね。
ここもねお酒がドドドッと入ってるんですが、この程度のね、食材ですよねが気持ちよく入ってます。でこれはね実は空っぽなんですよね。これ以上これをマックスにして、これ以上食べ物をね無駄に保存して結局凍らせて霜だらけにして捨てるっていうことがないようにここにねあえてしまってます。そうですね。そして、隣に食品庫がついてるんですね。食品庫もなんだかね、これいただき物のお菓子がねつい溜まってしまうんで、なるべくお酒のつまみにしてお客様にはどんどん食べていただくというところでねこんな風に入れてます。ここが保存食品ぐらいかな。で下も見たいでしょうが恥ずかしい。これもやっぱダメね、お酒ばかり入っておりますはい、で器がねとても好きなんでね、やっぱり器ってね食べ物のお洋服だと思ってるんで、料理にね、孫にも衣装で、私がお料理下手でもこの器というね衣装を着せるとすごくね豪華に見えるんで、器にはこれますね。ここは器関係ではなくてサプリメントが入ってますね。これサプリメントもね飲み残しちゃうんだよね。でここはじゃあすぐ閉じて、こちらですね。これが飲み物系がここに入ってますね。ちょっとこれが曲がってるね。どうしましょう。はい。上はねあえて開けてあります。なんか上って届かないしね、取り出しにくいししまいにくいし、結局使いもしないものがね詰められてるってことがあるので、空間があるから何か私たち冷たがるんだけど、必要のないものはやっぱりどこまで行っても必要がないので、上は開けとくようにしています。でこれね開けるたびにうっとりするっていうのがね、楽しみなので、はい、こちらはそうですね。これ沖縄のね、つぼや焼きなんですね。これが結構お気に入りで、ここがつぼや焼きシリーズで、これは、地元の九谷焼の現代九谷ですね。現代九谷のもの、これは日常にね、頻繁に登場します。はい。でこの下の方かな、下の方がね、これがね、ここがまだね片付けきれてないんですが、この大きなお鍋類ですね。これが、お客様が結構いらっしゃるので、その時にまとめてドーンと出せるようにね、なので、大きなお鍋類がここに入っています。でこのお鍋自体もなんかすごくね見ててね、なんか素敵だなっていうのをね、テーブルにそのまま出してもねこの姿が映えるようなものをね、選んでますね。はい、でこの鍋敷きも結構買うのが好きで、これ余計に溜まってますずんぐりに使いますね。はい、ほぼパーティー用というかね、お客様が来た時にドドーンと出すっていう大きな器ですね。私はこの大きな器でねまとめて出すのが非常に好きなので、大きいのが多いですね。はい、ここは何入ってたかな。そうで閉めて、でここも大きなお皿ですね。あとはカトラリー類と、これ箸置きですよね。はい、ここはもうあまり出番のないねお客様が大勢いらした時に出るということですね。はい、でこっちはね、こちらですね。これはもう日常に使ってる水回り、シンク周りに出番があるので、下が一人で使う、小さなお鍋がここに入っています。ここに入ってます。重なってないでしょう、ね、これで十分なのでね、鍋ってどうやかたまるんですよね。もうご自宅訪問をするともう鍋が山のようにね積み重なって、なんか使いにくそうだなっていううちがいっぱいありますね。で、ここだな、ここはもうペーパータオルですね。今
なんかすごくね衛生的にっていう気遣いがあったので、これは申し訳ないけれど使い捨てのねペーパータオルでタオルが布巾とかがブラ下がらないようにしています。はい、であとは食洗機とオーブンがついてるので、こちらにちょっと遠いんだけど、こちらにそうですね、包丁類ですね。包丁類本当は違うにあると便利なんだけど、これ自由に動けるのでここに置いてますね。はい、そしてこれがちょっとこの子が暴れてるね。はい、ね、決して、たくさんギチギチにねお玉とかねが入ってるうちがあるんだけど、一目で分かる。手が2本しかないわけだから、ね、いっぺんにいくつもいらないなというとてもシンプルな考えでいますね。シンクなんだけど、これをもうちょっとピカピカにしたかったんだけど、なかなかこのピカピカにする時間はないんだけど、これだけはねピカピカにしてますね。その都度その都度乾いたそのペーパータオルで拭くと、もう水垢ってなかなか取れないんですよね。だからここはちょっと私がサボってる結果がここに出ますが、これだけはねいつもピカピカに光らせてますね。一箇所ねピカピカに光ってるところがあるとね、この光がこの空間全体をね照らしてくれるので、台所をきれいにしようっていう気持ちがね、全体もきれいにしようっていう気になるんですよね。だからとにかく常に、他はサボっても一箇所だけきれいにして、きれいになった途端他もこんなところ曇ってるな、こんなところに手垢がついてるなって気がつきやすくなるんですね。それでここだけは忘れずにやってます。他はサボりつつ気がついた時に慌ててみたいなことをしていますね。台所ってものがいっぱいある。それがねそのまま積み重なったりね放置されているんで、そのものがあればあるほど汚れがね落とすという作業がやりたくなくなっちゃうし、それに影に隠れてねその汚れっぱなしっていうね油汚れがこびりついたりねしてるんですよね。でそれは溜めれば溜めるほど落としにくくなるじゃないですか。だから可能な限り物を出しっぱなしにすることなく、つまりそれはなぜ出しっぱなしにしなくて済むかというと、しまいやすいような、収納方法をとってるわけですね。だからゆったりと、収納できるようなしまい方をしているので、そしたら出しっぱなしにしようっていう気にならないんですよね。そうするとここがいつもすぐ拭ける、すぐ光らせることができる。もう汚れがこびりつくことなくその都度落とせるようにしています。台所はねピカピカが命ですね。ピカピカであればあるほどこの食事作りが楽しくなって、美味しい食事ね、簡単でもね楽しいね、料理作りにね、励めると思います。そしてねもう一つ、ぜひ器にあこってください。いい洋服を着せてあげてください。私のように料理が上手じゃなくても器によってすごく美味しそうに見えるのでね。そしてあと一つトッピングをねもう盛大にすると一品がね違った形になりますのでね、ぜひ食事作りをめんどくさいなと思わずね楽しめるものに変えていっていただければと思います。はい、いかがでしたでしょうか。これが山下秀子のオープンキッチンです。はい、ありがとうございます。はい、ようこそ山下秀子の根城ですお入りください。すごい開放感ですね。そうですね、ここがリビング兼、私のお仕事用のスタジオもね兼ねてますね。
1メートル2メートルなので2つ合わせると正方形になるし、長方形のね、なんか晩餐会スタイルの長方形にもできます。空間の役割が固定してしまうとね、ただでさえ限りがある空間なのでね、いろんな形でね、その都度その都度こう初期化して次の役割次の役割ってね、テーブルも含めてね、そんな風にね展開していく空間づくりを心がけてます。これはね和家具なんですよね。日本のね東北地方のもので、なぜ和家具にしたかっていうと、私引っ越しするのが大好きで、この和家具ってモダンな空間にでもね、それこそ重厚な空間にでもね入るので、家具っていうのは一度手に入れたら長いお付き合いになるじゃないですか。だからどんな空間にでも対応する和の懐の深さっていうのかな、それで選んでますね。でこれはね着物ダンスなんですよね。実は着物ダンスで、前はここにお気に入りの器を並べて開けてはね、にんまり笑ってたんですよね。そうで今はねここ仕事場なので、ここで事務作業もするので、こんな風に、文房具を置いてみたり、これはね間違ってまとめて買っちゃった。注文を1本買うつもりが1ケース買ってしまったので、結構そういうことありません？私だけかな。リビングとキッチンが一体型してる、これは私の憧れだったんですよね。嫌がる方もいらっしゃるんですよね。キッチンがこう全部さらされちゃうのが嫌で、ここを常にきれいにしていないといけない。いや私はね、作る人と食べる人とねこう楽しみながらっていうのが自分の憧れだったので、あえてオープンにしてますね。そして逆に言うと、いつもきれいにしておこうっていう気持ちが湧いてくるのでね、このオープンキッチンは気に入ってます。であえてねこの高い椅子でバーにもなりますみたいなね。上の方って取り出しにくいじゃないですか。でしまいにくいでしょ。でしまったら終わりなんですよね。要はなぜ上にしまうかっていうと、必要がないものを押し合っちゃうんですね。だからね、私は上はもうほぼ飾りだから、棚板も逆になくしてるぐらい。棚板外してるんですね。外してるんですね。で普通はね棚板を足してたくさん収まりますよっていうのが収納ですよね。私はね棚板を断捨離するんですね。なぜなら上は使わない余計なものが堆積するだけだから。だから上はもう見て楽しめるもの、こう普段閉じてるんだけど開けると、わあこの子がこんな風にねあるんだっていうところですね。器が大好きなんで、こう綺麗な器は使って楽しむ、見て楽しむっていう。だから下に使用頻度の高い器が入ってますね。食器ってね、どのお宅もねたくさん詰まってるの、いっぱい持ってるの。だけどギチギチに詰まってるから奥のものが取り出せなくて、結局使ってるのはね手前の 2,3 種類っていうところが多いんですよね。たくさん持ってる意味がない、でたくさん持ってるって使うのがねこうもったいないなでは見て楽しめるようにしたいでしょ。で見て楽しむためにはギチギチに詰まってたら、その可愛らしい器ね、美しい器が生きないんですよね。調理器具はね、水回りとコンロ周りとありますよね。で水回りには水回りの調理器具が集まるように、
コンロ周りにはコンロ周りの調理器具が集まるようにっていう風に分けてますね。それプラス家電になりますよね。だからゾーンが決まってる。でどの棚にどれを収めようっていうふうには決めてません。このゾーンに大体あればいろんな方がこのキッチンを使ったとしてもね大体わかるっていうふうにしてますね。何が好きって冷蔵庫のを整理するのが趣味のように大好きなんですよね。で今日はこんな感じ。おお、何もないじゃないですか。であんまり料理しないっていうのはあるんだけど、でも冷蔵庫はねもうとにかくスカスカにしたい、スカスカにしたい。で、このスカスカにしてる理由は見た目も気持ちがいいっていうのもあるんだけど、やっぱり賞味期限切れを起こさないためにはこれが一番だから、基本買い物はその都度方式ですね。一番上のジャムとかバターが並んでるのが、可愛いでしょ。これいただき物なんですよね。美味しいよっていただいたので忘れないようにこうバラエティーにね、例えばパンにも自分はバターしか使わないんだけどいただいたので塗ってみるみたいなね、そんな風にしていろいろ楽しむようにしてますね。で卵ですね。卵がねもう数が減るたびに器を着替えるの。今3個なのでねパックに入れっぱなしじゃないですか。で10個入りで10個あったのが使っていくうちに減っていくでしょ。で私はこう器をね変えてあげるの。でね、なぜ空いてるかっていうと作ったものの一時置き場のスペース空けといたいですね。出すまでに冷やしておくとかね、だから必ず余裕を持たせてますね。ありがとうございます。はい、参考になりますか？はい。かつても今も苦手ですよ。決して得意分野ではありません。今もですか？そうですよ。だから断捨離してるのね。つまり片付かない悩みの種の原因は手に余る量のもの、ね、だと思ってるから、自分の手に収まる量まで減らせば片付けっていうのはずっと苦手な私でもできるかなと思ってそうしてます。その量の多さっていうのは人それぞれだと思うんですよね。でも人それぞれだからこそ自分のことが分かれば自分がこうちゃんと手入れができるね、ちゃんと始末ができるという、そういう量まで絞り込む、選び抜けばいいだけのことですよね。だから苦手だとかできないって責める必要はないですよね。苦手だしできないであるならばどれだけの量ならできるんだろうかっていう視点を変える、発想を変えるというのが断捨離ですね。もう一つね大事なことは片付けるっていうことを目的にしていないんですよね。断捨離はね、この空間がどんなだったら気持ちがいいかなって常にそれをこう目的にしてるんですよね。で片付けなくちゃって追い込むと片付けってとてもやらされ感が伴うものじゃないですか。でもこの空間こんなにしたいんだな、こんな気持ちいい空間にしたいんだな、こんな風に美しくしたいんだなっていう風に思って取り組めばどんどん綺麗になっていくわけだからすごく楽しいんですよね。そうですよね。それはたくさんありすぎるっていうことは、高い山にね全く登山が初心者なのに登ろうとしてるようなもんで立ちすくんじゃいますよね。それはね誰にでもあることですよね。でも登山って一歩ずつじゃないですか。一歩ずつね休んだりねしながらも一歩ずつ、足を前に進めると必ず高い山もね
頂上まで行けるわけでしょ。だったらね、物の山も一緒。小さい空間からこれはいる、これはいらないってやって前より減った。で次また隣の引き出しでもいいしね、棚でもいいし、前より減った前より減ったってやっていくと、そのスモールステップですよね。それを繰り返していくと、ある日突然物がないってこんなに気持ちがいいこといいんだって感じるし、じゃあもっとやろうっていうね、気力も体力もねちゃんと湧いてくる、そんなものですね。ですからいきなり大きな山に登ろうとしないがごとく、小さな空間、お財布とか引き出し一つ、カバンの中、そこから始めればいいですね。ご機嫌さまです。断捨離の山下秀子です。さあ、断捨離って一体どんなことをするんでしょうね。行動はたった一つ、物を捨てることですので、断捨離ってゴミ袋一つあればできるんですよね。あとは自治体のゴミの分別方法に従って家の外に出すだけ。実に簡単でしょ。だけどそう簡単にはいかない。なぜだか簡単にはいかない。それは捨てたいのに捨てられないって悩む人もね、とっても多いんですね。それはなぜかと思うと、やはり私たちは捨てるっていうね、捨てるっていうことに対する心の抵抗感ってすごく大きいんだなと思いますね。それは育った生育環境というかなものは大事にしなさい、捨ててはなりませんっていう、そういう中にも生きてきただろうし、あるいは生物学的にも本能的にもね、蓄えて、いろんなことに備えるっていう面もあるんだと思いますね。ですから一旦手にしたものを捨てるということはとても抵抗がある。それは無理もないことですね。でも私たちは取り入れたものをずっと手にしたものをずっと抱え込んできたら、やはりこの空間には限界があるわけですが、詰まりきってしまいますよね。つまり捨てないとどういうことが起きるかといったら、今いる自分の住空間が閉塞してしまうということですね。圧迫感と閉塞感の中に、残念な環境の中で自分は生活をし、人生を歩んでいかなくてはならないということになってしまいます。ですから自分の命を生かすためには、それこそ私たちが食べて排泄がするがごとく出していく、捨てていくってことはとても重要だということをまず踏まえていきましょう。で、とはいうもののというところになるんですよね。つまり私たちは捨てることにね、お稽古がいるんですよね。何でも習得するには練習がいるでしょ。お稽古がいりますよね。繰り返しドリルをして一つ一つ自分のものにしていくわけですよね。ですので断捨離もね、最初はできるわけないという位置取りでね、でもやらなくちゃ、やってこそ自分が蘇るんだ、生き生きとできるんだというところでね、一歩ずつ前に進んでいくことが大事です。でもね、たくさんの具体的にね、家のものがたくさんのものがあるとして、そのたくさんのものを何とかするっていうのはどっから手をつけていいかわからなくなりますよね。そしてたとえこれをね思い切って1個捨てたって全然家の状態は変わりませんよね。そうするとね、虚しいんですよね。徒労感、こんなに頑張って捨てたのになんだ、ちっともお家はきれいにならないわっていうところで残念な思いにね、また駆られて、やっても無駄だわっていう、そういうね思いに、駆られてしまうんですよね。でもね、ここが断捨離のとても大事な視点の変化でね、断捨離は加点法なんですよね。目標のすっきりしたお家にはまだまだかもしれないけれど、前よりは一つ減った、前よりは目標に一つ分近づいたと加点法で捉えていくわけですね。で、その加点法っていうのは、私たちはもう減点法になってるわけですよね。100点ではありません。95点でした。マイナス5点、マイナス20点というふうにね、自分がしたことを捉える、もうそれはもう
身についちゃってるんですよね。でも100点のうち30点取れた、50点取れたっていう方にね、焦点を合わせていく、それを加点法と申し上げてるんですね。ですから断捨離も前より減った、前より余計なものが減ったっていうね、そういうふうに加点法で捉えていきましょう。そして2つ目ですね、加点法で捉えるということをね意識した上で大切なのはね、仲間づくりなんですよね。ともすると断捨離捨てるっていうことはね、孤独な作業になりがちですよね。一人でやっててね、煮詰まってしまうことって結構あるんですね。煮詰まるってどういうことかというと、自分の視点しかないってことですよね。でもね、仲間がいると仲間の視点っていうのが自分に入ってくると、あ、こういうものの見方があるんだ、こういうものの考え方もあるんだ、あ、こういうふうにするとできなかったもんできていくんだっていうね、いろんな視点を持つということはね、もちろん断捨離に限らずとても大事なことですよね。思考に広がりができると、自分の生活人生、特に人間関係にもね、幅と広がりとね、深みが増してくるんですね。ですのでぜひ同じね、断捨離を目指す仲間とお友達になるということはね、とても大事ですね。それによってね、お互いに励まし合ったり助け合ったりしてね、モチベーションの維持っていうのはね、大きくね持ち続けることができるし、維持できるということですよね。ここでもとはいうものの、加点法で捉えることが苦手、それから仲間づくりが苦手っていう方も多いかと思いますよね。でそれをね、これをね、苦手なままでしておくっていうのはね、もったいないですよね。だって加点法ってね、よりよく自分を評価できる、自分と自分との関係が良くなるし、自分自身が加点法で捉えることができれば、仲間もまた加点的に捉えるってことで、とてもね、人間関係がスムーズになる。私たちの悩みってほぼ人間関係ですよね。それを減点法で捉えるか、お互いがね、それを加点法で捉えてるからね、全く違ってくると思うんですよね。ぜひここは克服していきたいなというところですよね。加点法が不得意、仲間づくりが不得意っていうのはね、どういうところから来るかというと、自分を責める癖があるんですね。だから片付けられないダメな私、ね、っていうふうにね、つい、責めてしまうんですね。で、私ね、これはもう強く申し上げたいんですが、責めていいことは一つもないんですよね。自分を責めても物事は解決しない、相手を責めても物事は解決していかない。解決に向けての行動を起こすことが必要であって、責めることにエネルギーを費やすならば、解決に向かってのにエネルギーを注ぎたいですよね。だからまず責めないということもとても大事ですよね。で、この私たちがね、無意識に、減点法であり、人を責めるということから脱出していくにはね、まずね、一番大事なことはね、環境を変えるってことなんですね。環境を変える。だから普段の環境ではない世界を自分に招き入れるということはね、とても大事ですね。で、断捨離というのはまずやることは、自分の家の環境、物あふれの環境を変えることでもあるんですが、こうやって、断捨離をしていこうと思った時に、学ぶおよび、実践の機会を自分に与える、そういう環境づくりはね、とても必要かなと思ってるんですね。だから一人でやろう、一人でやると捨てられないって悶々とする、そしてダメな私というふうに責めてしまいがちならば、この環境を変えましょうよというご提案なんですね。で、そのためにはぜひね、これはね、皆さんに、
仲間づくりの場として、学びの場として、環境を変える場として、ぜひね断捨離塾の塾生になっていただければ、私としてはとても嬉しいですね。面白いことにね、自分一人だけじゃないんだ、同じ悩みを持ってるんだ、ね、でこんな風にして解決しているんだという学びの場、そして学びの場を共有するということがね、環境を変える大きな一つのねステップではないかと思っています。では最後にね、一番大事なこと山下秀子から申し上げますね。それはね、断捨離を楽しむことなんですね。断捨離はとても楽しいです。面白いです。その面白さ、楽しさをぜひこの断捨離塾で味わっていただければ幸いです。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。山下秀子断捨離塾は毎月いろいろなテーマを設けて、あなたの生活や人生をクリエイトしていくね、お役に立つ情報をねお届けしています。情報というよりはものの考え方って言ったらいいかもしれませんね。そしてそれをどう実践していくかということをね、丁寧にお伝えしています。その他にいろいろなねお役立ち情報もね塾に入るとね受け取ることができます。どうぞこの山下秀子断捨離塾にあなたもアクセス、そして人生に果敢なチャレンジをしていただける、その礎にしていただければと思います。